あ、パック引ける。ポニータ。コクーン。ゴルバット。ヤドン。開けた時の音から言って、次はレアかもな。フリーザー EX 出ろー。レアおめでとう。もしポケポケのカードを全部集めたかったら、何パックくらい開ける必要があるんだろ。補足しておくと、ポケポケっていうのは最近出たスマホゲーム。内容は大体見ての通りで、ポケモンカードのパックを1日に2つくらい開けられる。もちろんバトルもできるよ。紙のポケモンカードからルールが簡略化されていて、スマホの横に狭い画面でも問題なく遊べる。紙のデッキは60枚だけど、これは20枚だけなんだよね。激レアカードは普通のと見た目が違うだけで、バトルでの性能は全く同じだから、無料で引けるカードだけでも、1000級のデッキを作るのにそこまで時間はかからない。今ミュウツーを倒したナッシー、そこまでレアじゃないね。こんな風に無料で問題なく遊べるゲームになっている。でもレアカードも全部集めたかったら大変かも。というわけで、全カードを1枚ずつ集めたりするのに、平均してパックを何個開ける必要があるか見積もってみる。パックを開ける以外でもカードはゲットできるけど、まず、ゲットチャレンジという方法でカードを入手できるが、これは無視する。まあ極端な話これで全部集めちゃえば0パックで済むしね。ポイントはどうすんの？補足すると、パックを引いたらおまけのポイントが溜まって、それを集めると好きなカードと交換できる。激レアもこれで交換できちゃうんだよね。面倒だが、これは考慮しよう。この最初の3種類のパックに入っていないカードは無視する。プロモカードは全部無視だね。あと、チュートリアルで手に入るカードも無視する。全体的な注意はこんなとこだぜ。あとは、パックからどんなカードがどのくらい出るか見ておく。5枚入ってるけど、レア枠は2枚って感じだよね。カードのレアリティは8段階あり、基本的にはこの表の確率で出る。最初の3枚はダイヤ1で固定か。ってあれ、2枚目にダイヤ2が出てた気が。開封結果ではこの順番が入れ替わることもある。なるほど。あと細かいがレア封入パックというものがあり、2000分の1の確率で、5枚とも星1以上のパックになる。すごいけど1年に1パック出たらいい方だね。全体的な話はこんなところだぜ。じゃあ検証していこう。全カードを1枚ずつ入手。の前にもっと軽い目標はあるか？関東図鑑完成とか。ああ、カジュアルな目標としてちょうど良さそうだな。最初の150匹を全部集めるとミュウがもらえるらしいよ。同じポケモンのカードが2種類以上あるときは、どれか1種類ゲットすれば十分だから、全カード集めるのよりはずっと楽だと言える。でも、どうやって計算すんの？確かに厳密解を求めるのは難しそうだが、シミュレーションを繰り返して近似解を求めれば十分だろう。まあそうか。というわけで Python でパック開封シミュレーターを実装した。コードは GitHub に上げたぜ。データ入力がめんどくさそう。海外の方が作ったシートがあったので、使わせていただいた。よかったね。シミュレーションでは、3つのパックのうち、まだ引いていない関東のポケモンが一番出そうなものを、適当な計算で選んで開ける。適当な計算？例えばゴルバットが2枚出ても図鑑は1枠しか埋まらないが、その辺は3パック全部で無視すればあまり問題ないはず。まあその辺を完璧に考えて引く人なんていないよね。あ、ポイントはどうすんの？貯めておいて、残りのポケモンを全部買える状態になったら終了。確かに図鑑完成だけ考えたら途中で使わない方がいいかも。もちろん実際はポイントは他の目的にも使うだろうが、まあ参考程度にということで。その代わりゲットチャレンジは無視してるから、意外といい線いってるかもね。さてこれ以上の詳細は GitHub を見てもらうことにして、100万回のシミュレーション結果を発表する。100万。開けるぞ。オープン。なんかちょっとギザギザしてるけど、平均200パックくらい？ギザギザするのは、必要なポイントがちょうど溜まって終了するケースがあるため。最後にダイヤ3が6匹とダイヤ2が2匹残ったら208パック分って感じか。ちなみにこの208が中央値で、平均も208.7。100万回中の最小記録が124パック。最多記録は360。グラフからはみ出てる。これは運が悪すぎで、95% ラインは247パック。200パックくらいでまあまあ安定して完成してそう。そうだな、目的が図鑑完成の場合、ダイヤ3までで全ポケモンが揃い、これらは引けなくても安く買えるので、運要素はそこまでない。ダイヤ4のポケモン EX は途端に高くなるんだけどね。じゃあ、今度は EX も集めることにしてみよう。ダイヤ全部？それで良さそうだな。今度は、単純にダイヤ4以下の226種類のカードをすべて集める。227番から先は絵が違うだけの激レアだね。悩ましいが、星を引いてしまった場合はノーカウントとする。
じゃあ早速100万回のシミュレーション結果を。と思ったが少し補足がある。何？パック開封ポイントを持てる量には上限がある。あったの？500パック開けないと到達しないけどな。もしこれに引っかかったら、コスパを考えてダイヤさんあたりを買う。いいよ。じゃあ開くぞ。オープン。350パックくらい？中央値は349で、平均も 349.2。最小記録は210、95% ラインは425、最多記録は560。関東図鑑とそこまで変わんないかも。まあそうだが、ポケモン EX が高い分少しばらつきが大きくなっている。できれば自力で引きたいってことだね。おまけで2枚ずつ集める場合の結果も載せておく。550パックくらい？ 350 の2倍よりだいぶ少なくない？ 1枚ずつ集める過程で2枚集まるカードも多いからな。確かに。デッキに同じカードは2枚までだから、これで何でも組めるね。今回は星カードを無視したが、引けば代用できるので、何でも組める状態になるには平均480パックくらいで済む。へえ、じゃあ星も全部集めるには何パックくらいいるの？それじゃあ単に全285種類のカードを集めてみる。さっさと100万回のシミュレーションの結果を見せるぜ。今回はポイントは基本的に星々に使い、星々を取り切ったら王冠に使う。さっきと桁が違う。もう補足することもないので見せるぜ。全カードを1枚ずつ集めるのに必要なパック数は、このくらい。バグってない？いや、これで問題ない。星々の値段は250パック分、王冠は500パック分で、ほぼ確実にこのどっちかを買って終了する。だいたい250パックごとに1回激レアを買ってるのか。当然だが最後はあと1種類という状態になり、稀に自力で引き当てて終わるが、基本的にはポイントだより。なるほど。見ての通り中央値は2000で、平均もほぼ同じ。最小記録は689、95% ラインは2550、最多記録は3750。意外とばらついてないかも。どんなレアカードも運と関係なくポイントで買えるからな。今回も2枚ずつ集める設定でもやっておいたぜ。イラスト違いも含めてどんなデッキも組めるね。だいたい3000パック台の真ん中あたりか。ゴールドを湯水のように使ってパックを開けまくるとしても、1日に120パックまでしか加速できないので、2枚ずつのコンプリートには1ヶ月くらいかかる計算になる。まあ星は全部集めなくていいや。トレード機能が追加されたらまた検証するかもしれないぜ。ご視聴ありがとうございました。